皆さんこんにちは。フランス在住の親ビプチコです。今回はアジアスーパーでの買い出しと家で一人居酒屋の夜の様子をシェアします。野菜などの生鮮食品も売られています。久々にしめじゲット。あんまり日本のラーメンがなかったので安定の韓国人気ラーメンをチョイス。韓国麺は太くて食べ応えがあるイメージ。引っ越した先は田舎すぎてアジアスーパーが近くにないので、ここぞとばかりに欲しいものを次々カゴに入れていきます。アジア料理のレストランもあんまり近くにないので、食べたいものは自分で作るしかない今日この頃。冷凍食品もエビや魚などの食材から加工品まで結構充実しています。冷凍エビフライもお手頃なので買っておきます。いろんな肉の種類ごとにパッケージが違う餃子。私は王道の豚肉をチョイス。今回買ったのはエビフライ、しめじ、黒ごま、餃子、厚揚げ風なもの、キムチ、ビール、カレールー、さつま揚げ、そば、ラーメン4種類。これで合計 48.7 ユーロ、今のレートでだいたい7700円くらい。夕飯の準備を始める前にすでに一杯飲もうとしている私。乾杯。まずはキムチ鍋を作ります。五目揚げとちょっと怪しげなパッケージの厚揚げ風。厚揚げの油抜きのついでに練り物も一緒に油抜きしたけど正解なのかは分からず。シンクはきれいに洗った状態なのでご心配なく。冷蔵庫にあった生姜と人参も追加。生姜は冷蔵庫の中でくたびれていたのでだいぶシワシワ。ついつい野菜不足になりがちなので入れられそうな野菜をかき集めました。野菜といえば最近フランス全土の農家の人たちが労働条件の改善を訴えてデモを起こし、フランス中の高速道路をトラクターが陣取って道を封鎖し、至る所で通行止めになっていました。こんなことも日常茶飯事のフランス。もう何が起こっても大して驚かなくなってきました。しめじは半分だけ入れました。贅沢。先日アジアスーパーで買ってあった豆腐も追加。鍋には木綿豆腐派。キムチの蓋開かず。どこかの YouTuber さんがやっていた蓋を叩く方法で見事開けられました。あとは具材を鍋に入れて煮込むだけ。鍋年々好きになっていく気がする。私が作る鍋といえばキムチ鍋、豆乳鍋くらいなんですけど、何かおすすめのお鍋あったらぜひ教えてください。キムチ臭全開、最高。お水を少しと以前友達にもらったキムチ鍋の素と顆粒だしを入れます。あとは蓋をして煮込むだけ。日本生まれのアジア人とフランス人の彼とではどうしたって食の好みが合わない部分があるので、一人の時はアジアご飯満喫の絶好のチャンス。母の自家製味噌も隠し味に少し加えました。
以前キムチを買ってタッパーに入れて冷蔵庫で保存していたら彼が異臭がするって騒ぎ出したので、それからは瓶入りのキムチを買うようにしています。この日はシャワーを浴びさせられお疲れの犬。味を少し柔らかくするために少しだけお砂糖を入れます。サイドメニューは居酒屋定番だし巻き卵。といっても私の場合、卵に塩、顆粒だし、水少々を加えたなんちゃってだし巻き卵。だし巻きは小さいフライパンで作りたかったのに IH 対応じゃないのか使えず、しょうがなくこの大きめのプラスくっつきやすいフライパンで作ることに。だし巻きっていうかだし巻き味のオムレツ？案の定こびりつきましたが、なんとか形になりました。見た目は完全にオムレツだけど気にしない。お皿もちょっと小さすぎたけど気にしない。完成。我ながら美味しそう。いただきます。寒い日に辛くてあったかいキムチ鍋プラスだし巻きにビールなんて最高。居酒屋なんて近くにあるわけもないので、こうやって一人おうち居酒屋定期的に開催するのもいいかも。しかも帰りの心配無用で楽ちん。だし巻きは安定の味。皆さんは居酒屋メニュー何が好きですか？私はだし巻きは絶対頼む派。あと焼き魚系も好きです。スルメの天ぷらもあれば必ず頼みます。厚揚げだと思って買ったものは油揚げというか普通の木綿豆腐に近い感じで、予想とは別物でした。トイレタイムで起きた犬。誘導される飼い主。シャッター開くのを待つ犬。5分程度の散歩兼おトイレタイム。待てない犬。飼い主の指をおやつと間違える始末。さて、もちろんデザートも忘れてません。テレビを見てリラックスしながらデザートタイム。テーブルの下に潜む何か。もちろんモフモフでした。飼い主に寄りかかり出向けぞ戦うモフモフ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。